レッスン1、お気に入りの観光スポット。心に留めておくよ。好きな観光地はどこでしたか？歴史的建造物を訪れるのは本当に楽しかったです。魅力的でした。すごいですね。史跡にはこのような豊かな物語がしばしば語られます。そうですね。そして、その場所を通して地元の文化を探求するのが大好きでした。観光が視野を広げてくれることに感謝しています。絶対に。それぞれの場所には独自の魅力と歴史があります。次回の旅行で訪れたいスポットをリストアップしましょ素晴らしいアイデアです。一緒に新しい場所を発見できることにワクワクしています。う。冒険でもっと忘れられない思い出を作るのが待ちきれません。レッスン2、ボックスのサイズ。様々なサイズがあり、当社の最大のボックスにはラップトップも入ります。それは印象的です。電子機器を安全に運ぶのに本当に便利です。絶対に。サイズが違うので、梱包の幅が広がります。はい、旅行や保管用のアイテムの整理が簡単になります。これらのボックスが個人用とビジネス用の両方でどれほど実用的であるかが気に入っています。間違いない。これらはすべてを安全かつ整頓するために不可欠です。他のオプションを調べて、他にどのようなものがあるか見てみましょいいアイディアだ。私たちのすべてのニーズに合う箱がきっと見つかるでしょう。う。私たちのストレージに最適なソリューションを見つけるのを楽しみにしています。レッスン3、ウェディングジョイ。結婚式中、オルガニストが楽しい音楽を演奏していると、教会の何人かが泣きましたが、それは彼らが悲しかったからではありません。感動的だね。結婚式はそんな強い感情を呼び起こすことがあります。絶対に。喜びと愛に満ちた美しい瞬間です。はい、そのようなお祝いでは幸せの涙がよく出ます。結婚式で人々が集まって愛を祝う方法が大好きです。私も、人間関係の大切さを思い出させてくれます。結婚式に出席するときは、その瞬間を大切にしましょはい、写真に感情を捉えることは覚えておくのに最適な方法です。う。次の結婚式で愛と幸せを祝うのが待ちきれません。レッスン4、フォードの挑戦。この話の背景には、輸入車と競争するために小型車を生産するようにというフォードへの圧力があります。それは面白い。自動車業界は常に厳しい競争に直面してきました。そう、ピントはそうした市場の要求に大いに依頼たものだったのです。企業が消費者の思考の変化にどのように適応するかは興味深いものです。絶対に。このようなダイナミックな市場で存在感を維持するには、イノベーションが鍵となります。当時、ピントは一般の人々にどのように受け入れられていたのでしょう。その成功と課題の両方を探ってみるのも面白いでしょはい、その影響を理解することは、今日の市場に貴重な教訓をもたらす可能性があります。う。このトピックを詳しく見てみましょう。これは自動車の歴史において極めて重要な部分です。レッスン5、サイズに忠実。パーフェクトですね。サイズは、サイズ通りに作れていますか？はい、ちょうどいいフィット感で、オンラインショッピングに最適だと聞きました。
ほっとしました。最初に試着せずに服を買うのはいつも難しいです。絶対に。適切なフィット感を得ることが快適さを大きく左右します。正確なサイズ情報を提供してくれるブランドにはいつも感謝しています。私も。時間を大幅に節約でき、返品の手間も省けます。決定する前にサイズ表を確認しましょう。素晴らしいアイデアです。最適なオプションを選択するのに役立ちます。私たちのサイズでどんなスタイルが見つかるか楽しみです。レッスン6、フライト制限。どの品目がフライトで禁止されているかを覚えておくことが重要です。はい、鋭利な物体、銃器、爆発物は絶対にお持ち込みいただけません。旅行前にこれらの規制について最新情報を入手することが重要だと思います。絶対に。フライト中に全員の安全を確保するのに役立ちます。徹底したセキュリティチェックが安全基準の維持に役立つことに感謝しています。はい。ルールを知っておくと搭乗手続きがスムーズになります。空港に向かう前に手荷物を再確認しよう。いい計画だ。土壇場でのサプライズから私たちを救ってくれます。旅行を楽しみにしています。すべてのガイドラインに従うようにします。レッスン7、経費の追跡。いろいろな経費を考えると予算を立てることの重要性が分かりました。まさに。旅行中の支出を記録してたの？はい、すべての費用を書き留めて、お金がどこに行ったかを確認しようとしました。それは賢いアプローチです。保存できる領域を特定するのに役立ちます。絶対に。外食にかなりの時間を費やしたのに気づいた。こっちも同じ。家で料理することは、長い目で見れば大きな節約になります。次回は予算を注意深く見守るつもりです。素晴らしいアイデアです。事前に計画を立てることで、旅行をより楽しくすることができます。将来、もっとスマートに旅行できるのを楽しみにしています。レッスン8、労働闘争。1世紀以上にわたる闘争の中で労働組合員によって及ぼされた圧力が、今日の労働者の権利を形作っています。はい、労働者の権利の観点から私たちがどこまで進んだかを見るのは興味深いことです。この法律の適用範囲は、公正な待遇を求める継続的な戦いを反映しています。絶対に。団体交渉と連帯の力を示しています。この歴史を理解することは、現在の私たちの権利を理解するために不可欠だと思います。同感です。これらの自由のために戦った人々を認めることは重要です。これらの動きが現代の労働法にどのように影響したかについて、さらに詳しく調べてみましょう。それは素晴らしいアイデアのようですね。私たちは過去から多くのことを学ぶことができます。この重要なトピックをさらに深く掘り下げることにワクワクしています。レッスン9、アイロン装置の安全性。アイロン設備を操作するときは注意が必要です。はい、熱を発生させるものを使用する場合は安全性が重要です。私はいつも最初に高度と温度設定を確認するようにしています。それは賢い習慣です。事故防止に役立ちます。アイロンをかけるときは、適切な服を着ることも重要だと思います。
絶対に。衣服が緩んでいると、表面が高温になる近くでは危険です。アイロンをかけている間は、常にその部分をきれいに保つことを忘れないようにしましょう。良い点です。プロセス中に気を散らすものを避けることが不可欠です。一緒に安全で効率的なアイロンルーチンを作りましょう。レッスン10、現地の慣習の調査。安全は私たち2人にとって重要です。特に旅行するときはそうです。完全に同意します。行く前に現地の慣習を調べておくべきだ。文化的規範を理解することは、誤解を避けるのに役立ちます。はい、様々な環境での振る舞い方を知っていることは敬意を表しています。また、地元の人々とつながることで、私たちの旅行体験も向上すると思います。絶対に。地元の伝統を取り入れることは本当に豊かになります。訪問する場所について学ぶべきことのリストをまとめましょう。素晴らしいアイデアです。それは私たちの冒険をより有意義なものにするでしょう。一緒に新しい文化を探求できることにワクワクしています。レッスン11、トレンドに目を光らせる。はい、ずっと見守っていましたが、何が気になりましたか？彼らが最近発売した新製品に気づきました。それらは有望に見えます。それは面白い。イノベーションが実際に行われているのを見るのはいつもワクワクします。絶対に。変化する市場の需要に企業が適応する方法が気に入っています。はい、関連性と競争力を維持するという彼らのコミットメントを示しています。これらの傾向が今後の計画にどのように影響するかについて説明しましょう。素晴らしいアイデアです。情報を常に把握しておくと、より良い決定を下すのに役立ちます。一緒にこのトピックをさらに深く掘り下げるのを楽しみにしています。はい、それは啓発的になるでしょう。レッスン12、宝物の発見。祖母はナイフを持ってラッチをこじ開けました。トランクにはあらゆる種類の宝物がいっぱい入っていました。それは興味をそそられます。隠されたアイテムを見つけるのはとてもワクワクします。絶対に。思い出が詰まったタイムカプセルを開けるようなものです。私はそれらの宝物の背後にある物語を想像することしかできません。はい、それぞれのアイテムには特別な意味や歴史がある可能性があります。そのような発見が私たちを過去につなげることができるのが大好きです。自分の家族の中にどんな宝物が見つかるか探ってみましょう。それは楽しいアイデアのようですね。それはいくつかの魅力的な物語につながるかもしれません。一緒に何を発見できるか楽しみです。レッスン13、永続的な愛。彼らは他の人を助け合っています。彼らは結婚して50年以上になります。信じられない。このような長続きするパートナーシップは本当に刺激的です。はい、そしてそれは相互支援を通じて愛がどのように反映できるかを示しています。絶対に。彼らがお互いに献身しているのを見るのは素晴らしいことです。彼らが一緒に人生の課題を乗り越える方法には感心します。はい、彼らのチームワークは他の人にとって素晴らしい手本です。私の人生にそのような永続的な愛があったらいいのにと思います。私も。それは交際の力の証です。彼らの愛を祝い、彼らの経験から学びましょう。レッスン14、
アメリカ植民地の不満。北米の植民地は政府に不満を感じ始めました。はい、彼らは英国議会に代表がいなかったので不満を感じていました。まさに、この代表者の欠如は、彼らの独立への欲求を刺激しました。それらの感情がどのようにして重要な歴史的出来事につながったかは興味深いことです。はい、それは最終的に歴史の流れを変えたムーブメントを引き起こしました。この背景を理解することは、現代のガバナンスを把握する上で重要だと思います。絶対に、その間に起こった出来事についてもっと調べてみましょう。素晴らしいアイデアです。歴史が私たちの現在をどのように形作っているかを見るのは魅力的です。一緒に学ぶのを楽しみにしています。レッスン15、トイレタリーのショッピング。こんにちは。今日はトイレタリーを買う予定ですか？はい、バスルームの必需品を補充する必要があります。いくつか足りなくなりました。それは良い考えのように思えます。必要なものがすべて揃っていると、生活が楽になります。絶対に。歯磨き粉やシャンプーのような大切なアイテムがなくなるのは我慢できない。私も同じように感じます。特に予期せぬ旅行に備えて、常に準備しておくのが一番です。はい、その間に新製品を試してみるのも好きです。それは素晴らしいアプローチです。新しいブランドを探求するのは楽しいものです。間違いない。お店に行こう。きっとお得なものが見つかるよ。楽しみです。トイレタリーの買い物って意外と楽しいですよね。レッスン16、バケーション宿泊施設。私の両親が休暇に行くとき、彼らは大抵旅行に便利なモーテルかホテルに泊まります。それはよくある選択です。モーテルやホテルに滞在することで、旅行中に快適でアクセスしやすくなります。まさに、これにより、料理や後片付けの手間をかけずに、休暇を楽しむことに集中できます。はい。ルームサービスやプールなどのアメニティがあると、全体的な体験とリラクゼーションが向上します。長い一日の探索の後に、快適に過ごし、くつろげる場所を用意することが大切だと思います。絶対に。適切な宿泊施設を見つけることは、思い出に残る休暇体験を生み出す上で大きな違いを生む可能性があります。今後の旅行でも同様の手配を検討すべきだと思います。そうすれば、最大限の楽しみが得られます。それは素晴らしいアイデアのようですね。予算と好みに合ったオプションをいくつか調べてみましょう。はい。また、ユニークな体験ができる場所にも注目しましょう。そうすれば、旅がさらにエキサイティングになります。レッスン17、コミュニケーションの選択。私は留守中も携帯電話を使って彼らとコミュニケーションをとってきました。このデジタル時代において、これはとても賢い選択です。はい、モバイルテクノロジーのおかげで、接続を維持するのがとても簡単になりました。遠く離れていても関係を維持するのに役立ちます。まさに、計画を調整したり、全員が同じ考えを持っていることを確認したりするのに非常に役立つことが分かりました。絶対に。メッセージ、写真、さらにはビデオ通話を素早く交換して、親密に感じることができるのは驚くべきことです。家から離れることで生じる孤独感を和らげるのに役立つと思います。
はい。どこにいても自発的な会話が可能になり、一日を明るくすることができます。これ以上同意できませんでした。最近旅行した時に、つながりを感じるのに役立ちましたか？間違いない。自分の体験をリアルタイムで共有できるのが大好きで、友達も旅の一部だと感じることができました。それは素晴らしい。冒険中でも、携帯電話を賢く使い続けて、つながりを保ちましょう。レッスン18、政治的意識。候補者とその方針に関しては、特に選挙シーズン中は、常に最新情報を入手するのが賢明なアプローチです。私は様々な候補者について多くの調査を行ってきました。情報に基づいた意思決定を行うには、候補者のプラットフォームを理解することが不可欠です。彼らの約束だけでなく、それらの政策が私たちのコミュニティや将来にどのように影響するかを知ることは重要です。はい。彼らの方針について議論することで、私たちの選択がもたらす影響をよりよく理解することができます。知識豊富な有権者になることで、自分にとって最も重要な問題を提唱できるようになると思います。絶対に。民主的プロセスに参加し、指導者に説明責任を負わせることは私たちの責任です。このような会話ができて嬉しいです。他の人にも参加してもらい、市民としての義務に積極的に取り組むよう促すことが不可欠です。はい、これからも友人や家族が最新情報を得るのに役立つ情報やリソースを共有していきましょう。力を合わせれば、政治的関与に関する教育と意識向上を重視するコミュニティを育むことができます。レッスン19、文化の多様性。フランス系カナダ人とアカディア人が長年にわたってこの島の文化をどのように形作ったかを考えるのは魅力的です。確かに、彼らのユニークな伝統と歴史は地域社会に大きな豊かさをもたらしています。これは私たちが祝うべきことです。絶対に。彼らがどのようにして独自のアイデンティティを維持しながら、より広い文化的構造に溶け込んでいるのかは興味深いです。はい、そして彼らが自分たちの言語や習慣を日常生活に溶け込ませる方法は、他では味わえない活気に満ちた雰囲気を作り出しています。この文化的交流によって、この島の社会的ダイナミクスは何年にもわたってどれほど変化したのか、よく疑問に思います。伝統のバランスを取りながら、現代社会に伴う変化に適応していくことは、彼らにとってかなりの旅になるに違いありません。まさに。そして、これらの違いはよりインクルーシブなコミュニティに貢献するため、誰もがこれらの違いを理解し、尊重することが重要です。私も全く同感です。多様性を理解し、受け入れることで、関係者全員の帰属意識を育むことができます。文化交流は私たち全員を豊かにし、私たちが共有してきた歴史を誇りに思うべきだということを思い出させてくれます。レッスン20、言語の進化。英語がどのように進化したか、特に科学技術の用語を取り入れ始めたとき、考えたことはありますか？社会の優先順位の変化を反映して、数百年前に新しい単語やフレーズがどのように言語に登場したかを見るのは非常に興味深いことです。もちろんです。そして、これらの用語が、世界を形作っていた新しい発見や革新の本質を捉えていることが多いのは興味深いことです。はい。言語がこれらの概念を取り入れるようになれば、コミュニケーションがいかにダイナミックで応答性の高いものであるかがわかります。それはまるで生物のようで、新しい世代や技術の進歩とともに絶えず成長し、変化しています。確かに。そして、これらの変化が語彙だけでなく、
私たちの考え方や表現方法にもどのように影響するかを考えるのは驚くべきことです。まさに、この言語の進化は、時間の経過に伴う文化、科学、コミュニケーションの相互関係を本当に浮き彫りにしています。言語は単なるコミュニケーションのツールではなく、私たちの共同の旅の繁栄でもあることを思い出させてくれる、そういう視点が大好きです。これは興味深いトピックであり、学習者が毎日使う言葉の背後にある歴史を理解することは重要だと思います。レッスン21、ケア中の快適さ。私が手術を受けるとき、母が体験中ずっと私を支えてくれることを知っていると心強いです。それは素晴らしいことです。身近な人がそばにいると、そのような瞬間の気持ちに大きな違いが生まれます。間違いない。看護師はとても気配りが行き届いていて、私がいる間は心地よい雰囲気を提供するために最善を尽くしてくれると聞きました。はい。飲み物を提供してくれて、快適に過ごせると知っていると、不安を和らげるのに役立ちます。彼らが提供するケアには本当に感謝しています。不確実な時期には、思いやりのある専門家がいることがとても重要です。確かにそうですし、サポートシステムが整っているのは素晴らしいことだと思います。これにより、プロセス全体の煩わしさを軽減できます。まさに、一人じゃないと分かっているだけで、よりポジティブなマインドセットでこれに取り組むことができます。それがスピリットだ。受けているケアやサポートに焦点を当てることで、そのような経験の中で視点が大きく変わることがあります。そして、特に人生で困難に直面した時には、強力なサポートネットワークを持つことがいかに重要であるかを思い出させてくれます。レッスン22、カイジーさん。200年近くにわたり、漁師たちがペギーズコーブで働き続け、その豊かな海事遺産に貢献してきたことをご存知でしたか？信じられない。この場所の歴史は、海や海で生計を立てている人々の生活と深く絡み合っています。はい、そして彼らの伝統と慣習がどのように世代を超えて受け継がれてきたかを考えるのは魅力的です。絶対に。漁師たちの話は過去の反響のようで、自然とつながったシンプルな時間を思い出させてくれます。また、ペギーズコーブ周辺の息を飲むような景色が魅力をさらに高め、海岸の美しさを好む人には必見の場所です。間違いない。起伏の激しい風景と大西洋の乱流が出会い、独特の雰囲気を醸し出している場所です。さらに、漁業のルーツを維持しながらコミュニティが進化してきたことは、回復力と適応力の証です。私も全く同感です。ここの人々が現代の課題を受け入れながら自分たちの遺産を尊重している様子を見るのは刺激的です。古いものと新しいものが混ざり合うことで、この地域の文化的タペストリーが本当に豊かになり、観光客だけでなく地元の人々も魅了されます。レッスン23、イタリア料理。ご存知のように、私はイタリア料理が好きです。味には私の味覚を本当に魅了する何かがあります。完全に理解できました。パスタとピザも間違いなく私の弱点です。それぞれの料理には伝統と情熱の物語があるようです。まさに、クリーミーなアルフレードでもクラシックなマルゲリータピザでも、一口ごとに魅力的な魅力があります。また、バジルやトマトなど、料理を特別なものにしてくれる新鮮な食材もお忘れなく。はい、上質な食材に重点を置くことが、イタリア料理を特別で心地よいものにしているのです。まるで内側からの温かい抱擁のようです。これ以上同意できませんでした。
さらに種類は無限です。様々な地域を探索して、伝統レシピを独自の方法で解釈することができます。絶対に。イタリアの各地域が独自のひねりを加えていて、私たちに無数の選択肢を与えてくれるのは魅力的です。そして、特にイタリアの雰囲気の中で食事をシェアする体験は、他では真似できないコミュニティ意識を生み出します。それは本当です。笑い声と会話に囲まれて一緒に食事をすると、料理の味が一層良くなります。レッスン24、細部への注意。そこで、床に少し問題があることに気づきました。場所によっては凹凸があるようです。ああ、本当に？それは間違いなく私たちが対処すべきことです。確実に修正できるように、すぐに書き留めておきます。はい、特に安全で快適な環境を作りたい場合は、すべてを良好な状態に保つことが重要だと思います。絶対に。必ずメンテナンスチームに連絡して、そのエリアに新しいフローリングソリューションが必要であることを伝えます。それは素晴らしいですね。細部にまで気を配っていただきありがとうございます。私たちがこの空間を楽しむ方法に大きな違いをもたらします。ありがとう。これらの点に気を配ることは、関係者全員にとって楽しい経験になると思います。まさに、手入れの行き届いた環境は、私たちの価値観と品質へのこだわりを反映しており、訪問者に永続的な印象を与えます。これ以上同意できるものはありません。大切なのは、人々が安心して過ごせるような居心地の良い雰囲気を作ることです。そして、フローリングが完成すれば、空間の全体的な魅力が大幅に高まると確信しています。レッスン25、新しい趣味を探る。今は趣味がないことをずっと考えていて、クリエイティビティを刺激する何かが必要だと感じています。それは完全に理解できます。趣味を見つけることは、自分を表現し、日々のストレスから解放される素晴らしい方法です。まさに。何をやってみたらいいの？アイディアは受け入れるけど、どこから始めたらいいかわからない。絵を描いてみてはいかがですか？信じられないほどセラピー効果があり、プロでなくても楽しむことができます。それは面白そうですね。私はいつもアートに感心してきましたが、思い切って自分のアートを作ったことは一度もありません。楽しむことがすべてです。完璧を目指すプレッシャーを感じることなく、色や技法を試してみることができます。それは理にかなっています。キャンバスの色を通して自分を表現する自由を楽しめると思います。さらに、楽器の演奏を検討することもできます。音楽は、創造性と感情を刺激するもう一つの素晴らしい手段です。それは素晴らしいアイディアだ。ずっとギターを習いたいと思っていました。クリエイティビティと社会的な側面を組み合わせる素晴らしい方法になるかもしれません。レッスン26、ユースサッカーへの参加。いつの日か、世界の多くの地域で、サッカーをする女の子の数が子供たちの男の子の数と等しくなる時が来ることを願っています。それは素晴らしい成果でしょう。サッカーは世界中で愛されているスポーツであり、誰にとってもインクルーシブであるべきです。完全に同意します。若い女の子にスポーツへの参加を促すことは、チームワークを促進し、自信をつけるために不可欠です。はい。機会均等を提供することは、固定観念を解消し、次世代の女性アスリートに力を与えるのに役立ちます。まさに、女の子がスポーツのロールモデルを見ると、制限なく自分の情熱を追求するきっかけになると思います。
絶対に。現在、多くの組織が女子の参加促進に注力していますが、これは正しい方向への大きな一歩です。このムーブメントがどのように進化し、スポーツにおけるよりバランスの取れた表現にどのようにつながるのか楽しみです。私も、そろそろ若い女性アスリートの才能と献身を男性アスリートと同じくらい称える時です。女子がスポーツに参加することを奨励する取り組みを引き続き支援していきましょう。力を合わせれば違いを生むことができます。レッスン27、進捗状況についての考察。過去10年間を振り返ると、私と同胞の皆さんは、大きな変化を目の当たりにした世紀の半ばを10年過ぎたことに気づきました。この時期に、特にテクノロジーや社会規範の観点から、どれだけの進化があったかを考えるのは注目に値します。絶対に、私たちが目にした進歩は私たちの日常生活を変え、それに伴って適応し、成長することが不可欠になっています。はい。そして、これらの変化が社会としての私たちの価値観や視点にどのように影響したかを考えるのも興味深いことです。私も全く同感です。私たちは様々な課題や機会に直面しなければならず、それが私たちの集団的アイデンティティを形成してきました。それは成長の旅ですね。それぞれの経験は、このコミュニティの一員であることの意味を理解するのに役立ちます。間違いない。そして、私たちが前に進むにつれ、オープンマインドで未来を受け入れながら、過去を振り返ることが重要です。私自身もこれ以上うまく言えませんでした。私たちの歴史は、より明るく、よりインクルーシブな明日を築くための基盤となっています。まさに、これからの可能性、そして私たちが社会の前向きな変化にどのように貢献できるかについて考えるのは刺激的です。レッスン28、フィットネスルーチン。フィットネスのために定期的に運動していますか？エネルギーレベルと全体的な健康を維持するのに本当に役立つことが分かりました。はい、そうです。私は毎朝ジョギングに出かけますが、ジョギングは毎日のルーティンに欠かせないものになり、本当に楽しみにしています。それは素晴らしいですね。ジョギングは、特に新鮮な空気と穏やかな環境の中で一日を始めるのに最適な方法です。絶対に。身体を健康に保つだけでなく、心をすっきりさせ、その日の残りの時間をポジティブな気分にしてくれます。私も全く同感です。屋外にいて、自然とリズムを合わせて体を動かすことには、何か爽快感があります。はい。静かな公園でも賑やかな近所でも、ジョギングによって周囲とつながることができるのが気に入っています。フィットネスとマインドフルネスの両方を生活に取り入れる素晴らしい方法のようですね。まさに。また、新しいルートを発見したり、街の様々なエリアを探索したりする機会にもなります。それは素晴らしい視点です。そのメリットを享受するには、自分で朝のジョギングルーチンを始めることを検討すべきだと思います。